皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日の企画、日本語勉強している人が最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズ、な行編イエーイということで、本日もこのシリーズやっていきたいと思います。日本語を今勉強している方や日本に興味がある方が、最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズ、このシリーズでございます。今回はな行編ということで、な、に、ぬ、ね、のから始まる日本語のフレーズを紹介していきたいと思いますので、ぜひね最後まで解説までチェックしていただいて、明日からこの5つ覚えてもらって実践してもらえたら嬉しいです。それではやっていきましょう。なるほど、なるほど。に、苦手です、苦手です。ぬ、ぬるい、ぬるい。ね、眠い、眠い。の、喉乾いた、喉乾いた。ということで、何ぬねのから始まる日本語のフレーズ紹介しました。自分のことを伝えるときに使うような言葉が多かったかなと思いますが、なから解説していきたいと思います。なるほど。はい、こちら会話の相づちとかね、こうでこうでこういうことなんだと思うんだよね、なるほどっていうね、相手の話に納得とかそういうことかって思った時になるほどって使ったりしますね。なかなか上司の話とかでなるほどって言うとんって思われる方もいらっしゃるかなと思うんで、あんまり意外とビジネスシーンというか、会社の偉い方とかに対して使うのは意外とリスキーなのかなと思うんで、確かにそうですねとかね、そっちの方がいいと思うんで、なるほどはあんまね、あんま目上の人に使うとちょっともしかしたら変な感じになるかもしれないんで、あまり偉い人に使わない方がいいと思います。相づちで、使えますんで、なるほどって、はい、使ってみてください。続いて苦手です。はい、これね、苦手ですっていうことで、例えば苦手な食べ物はとかって聞く時の苦手ですよね。これは苦手な食べ物何って聞かれた時とかに、トマトが苦手ですとかっていう感じでね、食べ物はって聞かれて食べ物だけ答えるとちょっと若干失礼な感じになるというか、なんとかですって言った方がいいんで、そういう場合はトマトが苦手ですみたいなね、そういう感じで使っていただければなと思います。嫌いではないけど、得意じゃないよっていうことの時に苦手って使います。これも自分のことを伝える手段として持っといた方がいいです。これいいよ、美味しいよとか勧められても、自分がどうしても無理なものとかね、苦手なものってあると思う。そういう時に苦手ですって伝えれると、自分の身は守れるんで、これもぜひ、今日から覚えて使えるようにしておきましょう。はい、続いてぬるいです。ぬるいっていうね、これいろんな使い方あるんですけど、例えばお風呂、日本人ってお風呂よく浸かるんですけど、お風呂入れてって言われて入れといて、ちょっとこれぬるくないとかね、ぬるいねとか、温度とか鋭さみたいなとこも言ったりするんですけど、それはぬるすぎだろっていう、仕上がりがあんま良くないとか、相手がボケてきたりとかしてツッコミが弱かったりしたらぬるいツッコミって言ったりするんで、そういういろんな汎用的な使い方がある言葉ですね、ぬるいっていうのはね。基本的な使い方は温度に対して言うんですけど、温度っていろんな幅がある言葉なんで、いろんな
場面で使う場面はあると思うんですけどね。はい。最初は基本的に温度のこと、ぬるいっていう風にね、使えるようになってください。はい。それでは続いて、眠い。これも自分の状態を伝えるのに必要な言葉でもあると思います。今眠いですと。眠いとかはね、僕の顔結構眠そうな顔ってよく言われるんですけど、眠くない時も眠いのって聞かれるんですよね。眠そうな顔ですか？はい。ということで、眠たい時、ちょっと睡眠が足りてない時とかにね、眠いですって自分で申告できたら、じゃあちょっと休んどくとかね、なると思うんで、自分の状態を伝えるためにもこのフレーズもしっかり覚えていただければなと思います。続いて、喉乾いた。これも大事だね。これ夏とかね、喉乾いたって言えなかったら水分取れなかったりするしね。喉乾きましたとかね。喉乾きましたじゃなくても、ちょっと水飲んでいいですかとかでもいいんですけど、これも覚えておくとね、使いやすいんで、喉乾いた、なんかカフェとかで飲み物飲まないとかね、言ったりもできるんで、こちらもぜひしっかり覚えて、喉乾いたって、ビール飲もうって言ってみてください。喉乾いたと同じぐらい、僕が言う言葉は飲み行こうです。とにかく飲みたいですね。飲み行こう。はい。ということで、本日もな行何ぬねのから始まる日本語を勉強している方が最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズということで、な行編お送りしてまいりました。本当に今すぐ使えるものばっかりなんで、ぜひこれ覚えてしっかりもう明日からね使っていってほしいなと思います。はい、ということで、このシリーズいいなと思った方、高評価、チャンネル登録、そしてこんな言葉は私知ってます、なから始まる言葉知ってます、のから始まる言葉知ってますっていうのがあれば、ぜひコメント欄に、コメントをよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。